皆さんこんにちは、八谷トラコです。動画を撮っていきます。はい、今日はよく聞かれないそうだね、聞かれないね。聞かれないね。よく聞かれない質問に答えていきますはい。いや、何かっていうと、そう、聞きたいだろうなって、でも聞きづらいんだろうなって、そうだよねっていうそう、背中の、タトゥー、そう、なんでトラちゃんにはタトゥーが入っているんですかっていう、質問に質問ないけど回答していこうかなと。はい。そう、ただ大きな理由って残念ながら特にないんですよ。この話ちょっとまた長くなりますよ。長くなるんです。長くなるんで、例によって例のごとく、また、お夕飯とかね、お洗濯とかね、お掃除とか何かやることがあれば済ませていただいて、あと何にもやることないと。もうお風呂も入ったと。ね、ご飯も食べたと。まだ寝るだけっていう状態になったら、見てください。はい。長いんでね、そう。で、理由っていう理由はね、特にないんですよ。大きな理由って。だから、なんか、理由はって聞かれたら、入れたかったからみたいなっていうとそうじゃないとそうじゃないでしょ。そうなんだよね。みんなが聞きたい理由って多分それじゃないと思うんだよね。何かもっと大きな、何か過去があってとか、いろいろ悩んでとか、多分そういうのが聞きたいと思うの。思うんだけど、でも、正直言うとそれってただの後付けでしかなくなっちゃうんだよね。そう。このタトゥーを入れたのは21か22かな、22歳の時、だと思う。23かもしれない。22か3、そう、それぐらいの時に入れました。上京してきてから、田舎から上京してきて、眠らない街東京で入れました。はい。でね、なんだろう。入れたかったからっていう理由がもちろん一番でかいんだけど、それ以外の理由を、当時ね、だってそうじゃん、結局。もう、その当時の状態じゃなきゃ、入れた理由なんてわかんないじゃん。大きな理由とかはね、わかんないじゃない。だから、今思い起こせばっていう話を、この30を超えたあれから十数年経った、自分の状態で当時を振り返った時に、きっとこういう理由で入れたんだろうなっていうだろう予測であれ、当時ね、働いていた会社、職場が、すごいね、あんまり良くなかったんだよね。上京してきてから働きなしてのとこなんだけど、なんかほら、社内でいじめがあったりとか、何か、パワハラじゃないんだけど、セクハラはなかったかな。そういった、あまりよろしくないような会社の、社内風土というか、風景というか、がありまして、だったりとか、もう全体的だよね。もうお金のこととか、仕事もそうだし、プライベートもそうだし、もうとにかくね、悩むのが好きだったのよ、当時。そう、いっぱい悩んでいて。で、いろいろ悩んでいる中で、それでも何か変わりたいと。自分を変えたいと。でもそうなんだよね。自分が変わるかなとか思って、夢を抱いて田舎から上京してきたんだけど、上京しただけじゃ何も変わんないよね。だって自分が変わってないんだもん。だからそれと全く同じことを繰り返してたんだけど、だからタトゥーをじゃあ入れたらきっとね、何か変わるんじゃないかと。別に何も変わんないよね。入れたところでね。公衆浴場に行けなくなるだけだよね。そうだったりとか、だから別にね、家柄がどうとか、なんかそういう悪い家だったとか、なんかもともとグレて暴走族でとか、なんかそういうの期待するじゃん、みんな。後ろぐらいそういった悪い過去を想像するでしょ。ごめん、もう何にもないんだよね。一切なくて。普通に堅実にもう普通に生きてきましたね。普通に堅実に生きてきた途中で
悩みに悩んでこじらせてでなんかタトゥー入れようって思ったんだよね。その時ふってね、なんか大きく自分を変えるにはこれだみたいなタトゥーじゃんみたいなとこよね。そうでタトゥーのデザインに関してはこれはもう本当に自分にまつわるもの、なんだろう、生まれ年が虎だからとか、なんか自分の誕生日のお花が、昼顔だったりとか、昼顔なんですよ。そう、昼顔だったりとかみたいな自分にまつわるエトセトラをそうね入れたね。どれぐらいかかったかなあれ。1年ちょっとぐらいかかったかな、全部入れるのにそうだね、やってみたかったんだよね。でもちろんね、当たり前だけど、その若いノリとはいえタトゥーが背中にあったらきっと今後さらに就職するのが困難だろうなとか、結婚したら困るだろうなとか、子供ができたらなんか悪影響がうんぬんだろうなとか、なんか本当に先々のね、先々のことはねいっぱいもちろん考えそうなんだよね、先々のことを考えすぎてた嫌いがあったので、だから諦めてっていうとこもあったよね。夏を諦めてみたいな未来を諦めてっていうとこはあったかな。そうだね。なんかもう未来のこと、将来のことか、将来を諦めたんだよね。なんかどうとでもなれみたいな、なんかもうどうなってもいいみたいな。そうね、なんかね早めに死ぬ予定だったんですけど今はね全然思ってないんだけど、そうなんだけど、本当当時はね早めのもう早めの人生終了の希望を出してましてそうね、先の幸せを自分で潰していった感じだよね。なんかタトゥーがあることによってきっとわかんないよ、知らないけどタトゥーがあるからだから結婚もできないだろうとか、そのちゃんとした会社にも就職できないだろうとか、なんか未来を自分で閉ざそうとしていた感じはあるよね。そうだね、そんなところかな。だから悩んでて入れたみたいな感じでもじゃあ後悔してますかって言われると、それはね1ミリも後悔はないんだよね。なんか入れてよかったなとすら俺は思っている。このデザイン自体も好きだしね。そうだからなんだろう、これがあったおかげでというかせいで別れる出会いというか、別れというか、いろいろあったんだけど長くなるからねそう、タトゥーのせいでいろいろあったけど、でもなんかそれもひっくるめての今じゃんそう、逆にこれがなかったらもう今ここにいないわけだから、入れといてよかったなみたいなって思うよね。で他人がどう思うかはねもうそこはね関係ないんですよ。そうほらなんだろう、あんまり別に綺麗事を言うつもりもないんだけど、だからこれを美談みたいにするつもりも一切ないんだけど、ほら何かさ人からダメって言われてること、犯罪はダメだよ、犯罪はダメなんだけど、なんかタバコ吸っちゃいけないとか、成人したらいいんだけど、ほらタバコ吸ってる人ってあれだよねとか、なんかお酒飲む人ってあれだよねとか、なんか世間一般からする印象が悪いものってたくさんあるじゃない。でもそういうのって別に誰が何言ったところでその人に直接的な害をね被らせてないというか、のであれば別に何やったっていいんじゃないっていうのが思うよね。今になってね。そうね、だからタトゥーはね入れてよかったと思っています。なんだろうね、なんかさ
人生もさ、細かく切っていったら多分いろんなステージごとに分かれると思うんだけど、そのステージで上で見たら、ステージごとで見たら多分悲惨な時代ってたくさんあると思うの。別に俺に限らずね、こんなのはもうみんなの方が多分いろいろ大変な思いしてると思うんだけど、なんかその時にそこだけで切り取ってみないことだよね。なんだっけ、誰だっけ、ほらチャップリンだっけ、チャップリンかな、違うかな、違ったらごめんね。その一部分だけを切り取ってみたら、悲劇であると。ただ長いロングスパンで見た時に一本の映画として見ると、それは悲劇から喜劇に変わるんだっていうのを確かね、チャップリンが言ってたような気がする。会ったことないけどね。会ったことないんだけどチャップリンさんとはまだお会いしたことないんだけど今後もしかしたらね、お会いする可能性はあるんで、はい。でもがね、なんか言ってたその言葉がなんか本当にそうだなと思って、なんか例えばほら、例えば入れたことだけじゃないんだけど、例えば入れたことによって何か、嫌なことがあったら、その嫌なことがあったっていうその部分だけの時代を見ちゃうと、もうそれって悲劇じゃん。なんだけど、結局今すごい幸せに暮らしてるわけですよ、こう見えて。はい。楽しくね。こういう変な動画撮りながら。だから今楽しく生きてるわけだから、ここにたどり着くまでには全部必要なプロセスだったんだよね。だから一部分だけで見ないで、この長い全体でね見てみると喜劇なんじゃないかなっていうところで、いい話じゃないそうだから仮にさ、例えば、いないと思うけど、今がすごい辛いんだってね、ナウだとね、辛いナウと、っていう人がいたら、多分ね、視野がこうなってんだよね、今ね。しょうがないんだけどさ、渦中にいるとさ、どうしてもこの、頭のその切り替えって難しいじゃない。だからこうなってんだけど、でも、その先はさ、一寸先はいい意味で闇なんだよね。一寸先って本当わかんないんだよね。だって俺もさ、この2年前とか3年前にまさかこうやって動画撮ってると思わないしそうだからなんかね、諦めちゃわなくてもいいなっていうのはすごく思う。かな。はい。すげえ喋っちゃった。多分編集でうまいこと切ってると思います。長い話はね。はい。そんな感じです。伝わったかな。未来の私に任せます。編集をね、している私に任せます。はい。そんな感じです。うまく伝わればいいな。はい。また何か撮りまーす。じゃあねー。またねー。